皆さん、こんにちは。TCK ワークショップのウェビナーへようこそ。今日はですね、TOEFL スピーキング必勝法と題しまして、TOEFL のすっごく人気のあるアレックス G 先生と私、水田で、TOEFL スピーキングのスコアの上げ方のアドバイスをしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、では今日はですね、講演者を簡単に紹介した後に、本体のコンテンツに入って、最後 TCK ワークショップのご案内、特にですね、今はなんとアレックス先生がちょっと今空きがありまして、その今日お話ししてもらうアレックス先生に直接教えてもらえる枠と、あとなんとそれを今日のウェビナーを見てくださった方は割引したお値段で受けていただけるので、その内容をご案内できればと思います。はい、早速行ってみましょう。改めて私は TCK ワークショップの水田と申します。代表でもあり、プレミアム講師として教えてます。私は小学校の間がアメリカにいた帰国子女で、日本の大学とアメリカのハーバードの大学院を出て、講師としては英語全般を教えてます。IB とか。エッセイとかも好きです。で、TOEFL っていう意味だと、そうですね、なんか最近すごく上がって嬉しかった生徒様だと、大体2ヶ月ぐらいでスピーキング19点から25点に上がった子が1人いてすごく嬉しかったです。大体スピーキングだけっていうよりも他の技能もセットではあるんですが、もともとお力があったっていうこともあって伸びた生徒様でした。割と TOEFL を教えるのは得意としてます。アレックス先生お願いします。はい、皆さん、こんにちは。G アレクサンダーと申します。TCK ワークショップでプロ講師でやっているんで、ハワイ大学卒業しました。TCK ワークショップで、ほぼ全部英語の試験とかを教えています。英検とか TOEFL とか SAT English。一番良かった生徒、TOEFL Speaking のは、水田さんと同じぐらい、90点から25点、3ヶ月、4ヶ月ぐらいでできました。19点から25ですね。はい。です。多分、アレックス先生はですね、主に、結構幅広いレベルの生徒様の英語授業がすごく得意で、一度アレックス先生に教えてもらうと、楽器が変わって予定が変わっても絶対アレックス先生がいいっていうくらい、結構もう本当にこの先生に教えてほしいっていうファンが多い先生です。3、4ヶ月で確かスピーキングとリーディングの2技能を教えて、週1だよね、教えてた生徒様が、3、4ヶ月のレンジで19点から25点にスピーキングが上がっているので、結構ね、TOEFL 全体で言っても80点台が100点台ぐらいに上がる大きなインパクトなので、割とね、我々得意としている、なんだろうな、コツをつかんでしまえば楽しいスピーキングなんですが、割とね、生徒さんでどう勉強していいか分かんないっていう方も多い技能なのかなと思ってます。そんな TOEFL スピーキング必勝法なんですが、いかがですか皆さん、TOEFL スピーキングってどんなイメージを持ってますか？なんか今一つ、喋りなさいって言われたら、喋れるけどっていう感じですが、どうやって採点されるかがわからないとか、本番受けてみたときに、回によって点数が上がったり下がったりすることが多い技能なんじゃないかなというふうに思ってます。今日はですね、我々が教えてて、主に我々日本語と英語のバイリンガルの生徒様ですね、海外子女とか帰国子女とか、もしくは日本で勉強してこれから海外留学するぞっていう方、幅広い年齢の本当に小学生から大学生一歩手前の方まで教えている中で、これがコツかなって思うものをギュッと凝縮してお持ちしましたので、ご紹介していきたいと思います。主にアレックス先生に英語で話してもらって、私が要点だけ日本語で伝えていきます。お願いします。ではまず、TOEFL スピーキングの内容ですね。よろしくお願いします。Yes. The TOEFL speaking section is the third section that comes after the reading and listening portion of the test. And the section only takes about 17 minutes, but that doesn't mean that it is only a very simple task. You'll be given 4 tasks, and the first task you'll be given is independent. And what that means is that you will speak about a familiar topic without reading or listening to any passages. The remaining 3 tasks, tasks 2, 3, and 4, are what's considered integrated. And here you will either read
and or listen to a passage and then speak about what you've read or heard. はい、TOEFL 全体でですね、長い TOEFL 試験の中のたったの17分、3つ目のパートになります。短いからといって簡単ではなく、4つのタスクを次々こなしていきます。最初の1つはインディペンデント、つまり独立型のタスクと呼ばれていて、題材、身近なトピックについて短い質問文が出てきて、それに答えるだけっていうタイプの独立型のタスクです。残りの3つタスク2、3、4は integrated、つまり統合されたタスクと言われていて、いろんな技能を統合しています。文章を読んだり、読んだ文章についてちょっとリスニングの放送を聞いて、その内容を踏まえて話すっていう、統合型のタスクになっています。はい、次々いきます。Right, so for the first task, you will have to speak about a familiar topic, and your response will have to be opinion or argumentative. So, and you also have to support your argument with logically defended reasons. You'll be only given 15 seconds to prepare and 45 seconds to speak. So you can see that the preparation time and speaking time are both quite short. ごめんなさい。これからタスク1、2、3、4順番に、どういう内容でどういうコツがあるかを説明していきます。最初にタスク1です。身近なトピックについて、日常会話のつもりで話してもらいます。自分の意見ですね。こうするべきだとか、こうした方がいいと考えるっていうのを述べる必要があるので、意見を出すからには、それに対して合理的な理由も必要です。たった15秒で準備して45秒ずっと喋る必要があるので、結構ペースが速いタスクになっています。Right, so you will already be able to know what kind of question form you will be given, and it'll look something like this. So you will be asked, do you agree or disagree with that opinion that was given to you? Do you think this opinion is maybe positive or negative? And then finally, again, they'll give you an opinion and they will ask you, do you agree or disagree? 形はかなり決まってきていて、なんとかという意見がありますが、あなたは賛成ですかとか、なんとかかんとかだと思いますかとか、一般的になんとかだと言われています。賛成ですか反対ですかというのに対して、私は賛成です。私は反対です。なぜならと答えていく形です。Right. So while it's impossible to know exactly what the question will be about, you can already prepare to see what's going to come because there can be some possible topics, and they're usually about education or family, maybe government or some civic projects. Another tip we can give you is that you should clearly choose one side and defend it strongly. Try and be specific and use examples and reasons to back up your answer. And you can follow an organizational structure so that you know what you'll say and when. So first you can give your opinion and then introduce your two reasons, say your first reason, back it up with an example, reason or detail as well. 正確に何が出てくるか、ちょっとごめんなさい、通信がゆっくりで申し訳なかったです。そうですね。何が出るか完全に予測することはできないんですが、よく出てくるのが教育周りですね。留学とか学校の授業とか、寮の同僚とか、家族系の話や、もう少しちょっと社会的な政治が絡むようなトピックが出る場合もあります。で、大事なのは賛成か反対かはっきり決めてください。場合によるとか、こうかな、ああかなっていうよりもはっきり決めてください。で、その決めた意見に対してできるだけ具体的に回答します。例えば、こういう例がありますよねとか、私は過去にこういうことを経験しましたっていう例を挙げたり、しっかり理由を述べる。賛成、なぜならこういう理由があるからと言ってください。で、本当に自分が思っていることよりも賛成反対述べやすい方で言ってしまうとか、もしね、15分友達と喋っていいんだったら話せるような複雑なことよりも、その内容で、その時間の中で言える賛成反対をはっきり言ってしまう。シンプルにしちゃうっていうの
はすごくいい点かなと思います。またですね、回答の構成にも工夫をしてみてください。必ず45秒しかないので自分が忘れないように、最初に賛成か反対を言って、次に理由を2つ。こういう理由、こういう観点で私は賛成ですって言った上で、1つ目の理由の詳細、次に2つ目の理由の詳細、足して45秒になるように時計を見ながら言えるっていう練習をしていきましょう。Right, and that brings us to our second task, which is integrated. Here you will have to read, read a school notice and then listen to a conversation about that notice. So here you'll be reading and listening before you speak. And in your answer, you will have to, 1, summarize the notice, and then 2, summarize one of the speaker's reactions to that notice. So here you'll be given 45 seconds to read the passage, and you should take notes. You'll be given 30 seconds to prepare your spoken answer after listening to the conversation, and then you'll be given 60 seconds to speak. タスク2は統合型の最初の方です。学校ですね、通っている大学が何かのお知らせを貼り出していて、それをまず読む必要があります。次にそのお知らせを読んだその大学の学生2人が、お知らせ読んだ、僕こう思うよっていう意見の交換をしていて、特に片方が僕絶対反対とか、いやこれめちゃくちゃいいと思うって結構はっきりした意見を言います。なので読んで聞いてから話すことになります。私たちが話すべき回答は、まずお知らせはこういう内容で、片方の学生ですね、意見があった方の学生はこんな理由で賛成反対って言ってましたよっていうのをまとめることが求められます。今回は45秒で短めのパッセージを読んで、その後自動的に流れてくる音声の会話文を聞きます。その後30秒自分で考えて回答を準備した後に60秒以内でお知らせをまとめて意見と理由を言うっていうようなちょっとそんなタスクになってます。And similarly to task number 1, you won't know exactly what the question will be about, but you can already prepare in your mind what possible topics might come your way. And these are usually going to be campus related for university. It could be news that could be announced to students also related to campus. It could be something that has an effect on the students, the faculty, or the entire school. So some example topics that could come your way that you should think about are like changes to the curriculum, changes to the dormitories where students live, maybe some school activities or majors and minors changes, or something about graduation requirements. And once you can kind of prepare for these, then you can already know what's going to come your way. タスク2は大学のキャンパス周りのトピックがとっても多いです。高校生や小学生が受けるときに大学なんか行ったことないしって思うんですが、でもキャンパス周りのものが出るって思ってれば多少の準備はできます。生徒に対するお知らせっていう形をとっているので、生徒や教員もしくは学校全体に影響のあるトピックが出てきます。例えばカリキュラムの変更、時間割のことカリキュラムって言いますよね。あるいは寮、英語で言う dormitory、みんなで住むお家に関する変更、学校の課外活動や専攻、副専攻ですね。これをどういうものか知らない人に調べちゃえばそれでおしまいなので調べてみてください。自分が主に勉強している科目のことですね。副専攻はその2番目に重きを置いて勉強している科目のことです。あと、卒業資格に関するようなトピックが出てきます。Right, so for some tips for task 2, definitely take notes when you're reading the notice because the speakers in the conversation that follow it will be talking about the notice, of course. So when you take notes on the key points because your summary of the notice will have to be on that only. Relevant key points will be discussed by the speakers, so if you can quickly identify them in the notice, you'll already be halfway to having a great answer. And some examples of things to kind of be on the lookout for would be words like change or like reasons to things for the change or like the people affected in the notice. And when you're listening, listen carefully to the speaker with the clear opinion. And you should focus only on the student's opinion, not about the notice when you're answering the second part.
Something that's also difficult is not to include your personal opinion on the notice or the opinion of the student. Remember, your task will be to summarize the notice and talk about one student's opinion. So your organization should look something like this. You'll give 15 or 20 seconds in your answer to summarize the notice. And then after that, you will talk about the key speaker's opinions and reasons for having that opinion for the remaining 30 to 35 seconds. 大事なのは、タスク1もそうなんですが、メモは必ず取ります。で、ここは重要なポイントのみ取るようにしてください。時間が限られているので、A という人はこう言っていますではなく A イコールなんとかぐらいの要点のみを書きます。お知らせの内容は、読んだ後に会話文の中でも繰り返してくれるので、それがまたヒントになることもあります。で、聞いてるときとか読んでるときに注目すべき単語は change 変わるのは何か because 理由はなぜかで、どういう人が影響を受けるか faculty、student、教員、生徒みたいなのをよく聞いてください。生徒の中でもどの学年で出てきたりすることがあります。また会話をしているときは正直一人はすごい強い意見を持っているんですが、もう一人は相槌を打っているだけです。なのでその大事な方の学生の言っていることに注力してください。で、回答するときよくあるのがお知らせをまとめている間に60秒の大半を使ってしまうっていうのが結構聞こえているのにもったいない回答なので、お知らせとよりも学生がそれに対して賛成反対でこれが2つの理由だっていうその学生の意見に力点を置いてください。で、自分の意見ですね、自分がどう思うかっていうのは聞かれていないので一切話さないでください。おすすめの構成、まずお知らせの要約の方が短いです。15から20秒。で、学生の意見とその理由は30から35秒というような構成がおすすめです。Right, so moving on to our third task, here you're going to read a short academic passage and then listen to a short kind of university lecture that's related to the passage. So the thing to keep in mind here is that both passages discuss the same topic, but have different main ideas. So your answer, you will have to summarize both passages. So here you'll have to kind of take in key points from both the academic passage and the lecture. And then in the second part of your answer, you will have to discuss how the examples in the listening, the lecture, relate to the reading. And again, here you'll have 45 seconds to read the academic passage, 30 seconds to prepare after listening to the lecture, and then 60 seconds to give your answer. ではタスク3に移っていきましょう。これもインテグレーテッドで、今回は、前回よりもちょっと学術的な読み物ですね。例えば翌日生物の授業があるときに前の夜にこれ読んどいてねって出されるような生物の読み物みたいなのを読みます。その上で、その読んだ生物に関する読み物に関連する講義を聞いて、それについて話しますので、読んで聞いて話す感じですね。で、読み物と講義は同じトピックに関するものですが、その内容は違う異なる情報を含んでいるっていう点に注目してください。で、回答しなさい、これに答えなさいって言われる本ちゃんのお題が読み物と講義のそれぞれの要点を述べます。前の晩に読んだやつはこういうことを言ってたけど、講義はそれについてこういうことを加えていたみたいな回答をする必要があります。特に講義では例が出てきます。読み物は結構抽象的なんですが、こういう法則がありますみたいな。で、例が講義で出てきます。例えば僕は先日って先生が言ってくださるような。で、その例が読み物で読んだ理論とどう関連しているかを述べるっていうのが質問です。時間配分としては45秒で読み物を読み、最初の学校のお知らせよりもちょっと読み応えがある内容です。30秒で回答を準備して、で60秒で回答する、そんな形の時間配分です。Right, so like we said previously, both passages are going to discuss the same topic, so it will be your task to find, what they're talking about and the key points in both. So some things you should look for are when the academic passage or the lecturer gives definitions to some main points, because that's going to be what you're looking for. So things like X is or X means, or even if they're very clear, they might say X is defined as,
or X is called. So if you see these things, definitely try to jot it down in your notes because you know it's pretty important. Or they might compare things. X is like Y or X is unlike Y. Here, since they're comparing something or showing the differences between something, this is definitely going to be useful when you have to summarize both passages and how they relate to each other. はい。というわけでですね、聞いてるとき、読んでるとき、特にこう講義が始まっちゃうと読み物に戻る時間はないので、読みながら、定義とか比較や対比にすごく注目してください。例えばコミュニケーションには2つの形があるんです。片方の定義はって言われたら2つの形と定義にすごく注目してください。定義の導入で出てくるキーワードは X is、X とは X means、X は何とかっていう意味で、X is defined as は X の定義は as の後ろの部分、X is called、X は何とかと呼ばれているって聞いたら、これが定義だなと思ってダダダッとメモしてください。あとは比較や対比ですね。2つの概念が似てるとか逆だとか、こういうとこで違うとかっていうやつのキーワードです。X is like or unlike Y。X は Y と同様、もしくは Y と異なりなんだかんだ。X and Y are alike in that なんとかだと X と Y はなんとかという点で似ているっていう点ですね。X is similar to Y だと X と Y は似ていてで話題が続いていきます。こういうようなキーワードを聞いたらここだと思ってフルセンテンス書いてる時間はないのでイコールとか矢印とかそういうのを使って2つの関係を見ていきましょう。Right, and that leads us into some tips for task number 3. When you're taking notes on the reading, like Mizuta-san said, you will not have time to reread the reading after the lecture. You are given 45 seconds to read it, and that's it. So take as many good notes as you can. Don't write full sentences. Remember, you just need to take out the key points. And some example is here like cult sense, cultural sense equals good manners. And this is probably written in the reading. And when you're listening to the lecture here, listen to related vocabulary in the lecture. If you could write down key points from the reading and you hear those words being said in the lecture, now you can start to connect the two. And paraphrase the reading and the lecture if you don't copy or quote because you will not have time to write that much. And also in your answer, try not to quote or copy what's written or what you heard. And vary your expressions. We're going to talk about that in the next slide, but don't keep saying the same thing. The reading said this, the lecture said this. We're going to show you some useful expressions that you can use to vary your expressions. And for this answer, your organization is going to look something like this. First, briefly paraphrase the concept from the reading, and that's going to take you about 15 to 20 seconds, and then follow that up by summarizing the lecture, and then explain how it's related to the reading. They could be agreeing, disagreeing, maybe talking about the same thing with different evidence. Yeah, how does it relate? ちょっと誤植が目立ってすいません。タスク3のチップスです。まず、読み物のメモを取ります。講義が始まったら戻る時間はないので、箇条書きやキーワードで OK です。例えば、cultural sense、文化的な感覚は good manners だと言われたら、もう culture を書かず cult sense イコール good manners ぐらいで全然 OK です。あとは、読み物で読んだキーワードを念頭にリスニングを聞いてください。cultural sense can be in って喋ってたら、これだってこの cultural sense のメモに関連して内容をつなげていくように読みます。またですね、要点を言いなさい。読み物の要点、講義の内容のまとめを言うときに、そのまま読んだもの、聞いたものを全く同じものを言わなきゃいけないと思わないでください。自分の言葉で言い換えた方が点も高いですし、そもそも全く同じことを完全にメモを取る時間はないので、もう必ずパラフレーズをすることに、言い換えをすることになります。またですね、ついつい同じ自分が言い慣れたフレーズを繰り返しちゃうと、すごくなんかロボットが喋ってるような回答になってしまうので、これから次のスライドで便利な、こういう言い方をするとこなれたバリエーションが出るよっていうのをご紹介します。おすすめの構成は読み物の要点をまず15から20秒でまとめて、講義の内容や読み物に関連づけるその講義の内容は35から40秒で話していきます。はい。
Right, so like we mentioned, here are some useful expressions that you can use so you're not always saying the same thing. You can say the writer mentions, states, defines, or explains. And you could almost use these interchangeably. So if you can remember some of these, then you'll just have to focus on what is mentioned in the reading or lecture. And this way, using this structure, you can focus more on that instead of trying to spend time on thinking, okay, how am I going to present this information? So you can see that we're just changing a couple words in here, but just by doing this, we're already varying our expressions and sounding a lot more natural. So we can say things like the writer speaks, or the writer refers to, or according to the writer or speaker, or even based on the reading or based on the lecture. And these are all ways to introduce information you're going to say in your spoken answer. 読み物について話すときは the writer から始め、講義について話すときは the speaker から始めてみましょう。その後 says と言ってるよりもこう mentions こういう話題を出す states 述べている defines 定義する explain 説明するっていうのをこう混ぜていくだけでかなり自然に聞こえます。想像してほしいんですが、日本語で教授は何と言っています。教授は B と言っています。また教授は C とも言っていますって言ってる人がちょっと違和感があるんです。変えるだけで言っています、述べています、説明していますって言われるだけで全然印象が違います。あとはですね、the writer speaker refers to subject concept。書いて書き手もしくはその講義の先生はこの題材に触れていますの refers もすごく綺麗な単語です。また、何とかによるとって言いたくなることも多いかなと思います。これもね、2つバリエーションがあって、according to, based onで、writer, speaker, reading lectures、好きなものを組み合わせていくっていうやり方があります。こんなのね、たくさんに見えるんですけど、なんかね、3個か4個覚えて混ぜられるように練習しておけば、本番もスムーズに出てくるかなと思います。Okay, so that brings us to the final task you're expected to do on the TOEFL speaking section, and this is task number 4. And here you're going to listen to part of a lecture. So you will not be reading anything, you'll just be listening. And then for your answer, you'll have to summarize the lecture. And we'll talk about how to do that in the next slide. Here you're only given 20 seconds to prepare your spoken answer and then another 60 seconds to have your spoken answer. 最後のタスクにやってきました。これは講義を聞きます。割と学術的な講義の抜粋を聞き、回答する内容はその講義の要約で結構シンプルです。20秒で回答を準備し、60秒で回答します。一見タスク3よりもやることが少ないように見えるんですが、ちょっと講義が長めで、割と実力が出るタイプのタスクです。Okay, so for some question tips for task 4, you should really try to listen actively, try to pull out those key points, the main idea, the purpose, the supporting points. And if you're able to do that, you'll be able to summarize the lecture much better if you listen actively. And also understand that just like an essay, a lecture also has structure. So if you can already prepare for that, then you can already pull out an introduction, a body with some main ideas, reasons, and supporting evidence for that, and then a conclusion. So you already know how the structure is going to be. So break those up in your mind while you're listening and then fill in the rest for your summary. And take notes, of course. That's just a great tip for any of these questions. And for your organization, the main idea, and then listing the 2 to 3 key points that are mentioned in the lecture and how they're supported. And then you're good to go. はい、ではタスク4ですね。よくアクティブリスニングって呼ばれるんですが、ポケット聞くのではなく自分から情報を取りに行こうと積極的に聞いてください。情報を集めながら聞きます。主題は何だろう？何のためにこの講義してるんだろう？講義で大事だって言ってるのは何点あるだろう？それが大事な理由は何だろうっていうのを頭の中でそれぞれ枠を持ってて埋めようとするような、あれまだこれ言ってないぞ、埋まらないぞって探していくような聞き方をしてください。またすごく役に立つのが我々がエッセイを書くときって構成を考えますよね。始め、中、終わりみたいな。それと同様にこの講義もまた
構造があって、最初に先生がちょっと導入をして、で講義の中身を話した上で最後にもう一回まとめ直してくれます。今導入してるぞっていうところで、なるほどこういうトピックかって聞いたり、講義の中身でちょっと聞き落としちゃったことをもう一回まとめで聞き直したりっていうようなことができるので、意識するだけでも集められる情報の量が全然違います。またね、導入の部分はそんなに構えずに、中身が始まったらピッてメモを取るとかっていうのもできます。またメモを取りながら聞く。これはどのタスクにも当てはまるんですが、自分なりの取りやすいやり方を聞いてみてください。後に紹介する個別指導なんかになると、アレック先生もなんかこういう、例えばどうしても同時にできない生徒様とか、時間がなくなっちゃう生徒様と取り方にそれぞれ、個別の工夫ができるので、自分なりの一番点が高く出るメモの取り方を工夫して身につけてください。おすすめの構成です。まずは主題ですね。こういう、なんか例えば動物の進化についてでしただったら動物の進化についてですっていうのを自分の言葉で言い換えて述べていきましょう。で、要点が3つだなと思ったらちゃんと時計を見ながら間に合うように3つ順番に説明していくのが構成です。はい。そんな感じで駆け足ではあるんですが、4つのタスクをご紹介していきました。さあ、What's next ですかRight, so we're going to show you an example question from task 1, and then we're going to show you what we kind of, from our experience, how a student would answer, and then kind of discuss how we would help that student improve their answer. ちょっとロールプレイをしてみたいと思います。アレック先生が先生で、私が生徒役です。実際の、よろしくお願いします。実際のレッスンの進め方を言ってみたいと思います。こんな風な放送が流れます。State and support your opinion on a certain topic. You will have 15 seconds to prepare your response and 45 seconds to speak. これから出てくるトピックについて自分の意見を述べてください。15秒の準備時間で回答を用意し、45秒で回答を録音してください。これ実際日本語の和訳は出てこないですが、タスク1型ですね。で、こんなトピックです。In many countries, the government practices censorship of television programs. Do you support this practice or not? Give specific reasons and examples to support your answer. Begin preparing at the beep. Beep って言って15秒準備します。この間に必死に考えます。censorship ってなんだろうとかって考えて、で、Do you support が質問ですよね。で、そうこうしてるうちにビーってなっちゃいます。Begin recording at the beep. Beep. I think maybe I don't support government censorship of television because it's had bad and it goes against the freedom of people. There are bad things on TV for kids, so that's something that parents should worry about. It is bad for a government to censor television because they will have control over what people get to see. This could also be news. Also, it goes against the freedom of people. For example, some people may want to say negative things about the government on TV, but if the government is allowed to censor these things, it hurts the freedom of the people. For these reasons, I think the government should not be allowed to censor things on television. とこんな回答をして B と切れたとしましょう。はい。So if we were で我々が先生生徒だったらこの回答はどうなんでしょうか Right, so hopefully our viewers were able to spot some key things that maybe we could improve on. But we pulled out some common errors that we've encountered while teaching students. And the first one, maybe you heard it, was filler words. And this is something that we naturally do, but it's going to waste your time if you do this too often in your answer. And these filler words are things like, yeah, like. So one way we can get over this is by practicing and actively listening to our own answers to see if you use filler words. And by doing this, we can practice saying nothing when we get the urge to say or. And once you become more actively aware of this habit, you'll more easily be able to stop it. Another thing is rambling. And one way to fix this is following a consistent structure. Many students ramble and begin to talk on and on about maybe one part of the answer, or they
just keep explaining something, and that might ruin the rest of their answer because they have no more time to finish off everything you need to say. So by having a consistent structure in your mind ready to go for each question, you'll just be able to follow this flow and then answer everything you need to before your time runs out. So again, just like all the other tasks shown you, following that structure, reason 1 and an example, and then reason 2. Where we see a lot of students talk about is going off to rambling as well, or being unsure of themselves. And for task number 1, definitely only answer what is being asked and only discuss what the question is asking. And this is where also picking one side becomes very important, because in our example answer, they start to talk about the other side instead of just picking one side and defending it strongly. So yes, you can see that here. Oh, excuse me. Yeah, picking one side and defending it strongly. And another common error is running out of time. This is probably one of the harder things to practice on, but only answering what is needed and don't spend too much time on one part of the question are both ways to really improve. And pretty much all these things are related. Following the consistent structure, only answer what is needed, try not to ramble, try to stay on topic, and pick one side. These are all ways to. ありがとうございます。いくつかです。回答そのもの決して悪くないですし、たくさん話せてはいるんですが、25点とかにはちょっと届かないです。4つポイントがあります。フィラーワードと呼ばれる、yeah, like, you know みたいな、こう、埋めるためのっていうやつですね。あれ全くなくてってしちゃうよりはあった方がいいんですけど、あんまりやりすぎると時間の無駄ですし、ちょっと耳にこう、なんていうんですか、残るというか、ちょっと気になります。で、あれ完全に癖で使ってるし、ちょっと緊張すると出ちゃったりするものなので、適切な量ですね、聞いてて、友達がこれぐらいの喋り方してても違和感ないなっていうのに抑えるためには、自分の回答を録音したりして聞き返して、こんなにたくさん使ってるんだっていうのをまずこう確認するのがすごく大事です。でですね、フィラーワード、1回、2回使っちゃったらもう言葉が出てこなくても耐えて黙っている練習をしていきましょう。何よりも自覚することで適切な回数まで抑えることができます。2番目が英語で言う rambling ですね。だらだらと同じことを繰り返してしまう。先ほどの回答、freedom of the people、人にはこう自由への権利があるから、そのテレビは検閲されるべきじゃないっていうのをなんかずっとその人の自由って言ってしまっていて、結局その同じことをだらだら繰り返しちゃって、こう2つ目のポイントがしっかり出せる前に時間が切れてしまうという現象が起きてきます。やっぱりね、どうしても時間がないし、パッと思いついたやつずっと喋りたくはなっちゃうんですが、これをこう乗り越えるためにはしっかりした構成で自分で話すように意識しましょう。私はこれには反対です。2つ理由があります。1個目の理由は、みたいなこう型をね、それがもう意識しなくても言えるようになったらちょっとね、アレンジしたりしてもいいんですけど、まずはちゃんと構成を意識しましょう。あとはですね、トピックからずれてしまう。これもね、全部関連してるってアレック先生も言ってたように、構成があればトピックはずれないんですけど、さっきの回答って途中でですね、質問、なんか賛成反対どっち側の意見にもちょっと触れちゃってて、結局どっちやねんって聞いてる側が混乱するタイミングがあるんです。なので、まずですね、質問が賛成ですか反対ですかって言われたら、賛成か反対かだけしか言わなくていいです。その背景としてとか言わなくていいですし、関連してとかも言わなくていいです。賛成か反対かまず言う。で、どっちかはっきりさせたらその理由だけを言う。もう一貫して賛成か反対の理由を言ってください。で、あとは時間制限を意識しましょう。質問をよく聞いて、質問で聞いていることだけを回答します。つながってますね。あとは特定の箇所に必要以上に時間をかけない。こんなことをすることで良くなっていくかなというふうに思います。はい。というわけで、TOEFL の、スピーキングの必勝法、このあたりまでお送りさせていただきました。かなり駆け足で、これ結構なんか
あるレベルの生徒さんがもっと良くなるためっていう、よくいる生徒様の、レベルアップのコツをお伝えしました。もちろんね、これよりも、もうこれは全部できるし、もっと高い点が欲しいっていう生徒様もいるし、そもそも質問が流れたら凍りついちゃってシーンってしちゃうみたいなレベルの生徒さんでも大歓迎です。アレックス先生は本当にフレキシブルで、どっちもいけるよね。結構その上の生徒さんももうまだ英語で文が作れないみたいな生徒さんもともに、それに TOEFL をおすすめするかは別として教えられるので、またこの後に私がお話しする宣伝の部分で聞いていただければ嬉しいかなというふうに思います。ではアレックス先生、めちゃくちゃありがとうございました。ちょっと好きなだけ残っててください。Any last comments? No, TOEFL seems very scary, but I think it's a great test because you have to test your reading, writing, speaking, and listening skills. So yeah, I'm really looking forward to studying with you. ありがとうございました。はい、これは一見ね、ちょっとちょっとハードルが高い試験ではあるんですけど、本当に英語の力がつきやすいいい試験です。4技能で読み、聞き、話、書くって4技能ができるので、本当に力がつく。テストのためのテストっていうよりも、英語の力を長く身につけるためのテストじゃないかなと思うので、一緒に勉強できるのを楽しみにしています。はい。この先 TCK ワークショップの宣伝をしています。アレックス先生、残れるところまで行ってください。というわけで TCK ワークショップのご案内です。TCK ワークショップはウェビナーをたくさんご覧になってくださっている方はもうご存知かなとは思うんですが、私が7年前に始めたオンラインの家庭教師の塾です。はい。で、基本的に今まで900人ぐらい教えてるんですが、日本語と英語、たまに他の言語もできる方もいるんですが、主に日本語と英語のバイリンガルの生徒様に、勉強を教えています。英語、日本語を教えていることも多いし、その生徒様が今いる国で教わっている科目の内容とか、将来帰国もしくは行こうとしている国の学校の予習、復習、受験対策なんかをしています。我々は結構英語を教えていることが多いので、英語塾っぽいニュアンスが強いんですが、なんだろうな、我々がやっぱり複数言語を学びながら育っている。例えばアレックス先生はチャイニーズのバックグラウンドだったり、私は両親は日本語を話してて、学校では英語っていう生活が長かったりしたんですが、そういう我々みたいな人間独特の幸せもあれば苦労もあるということで、その生徒様の気持ちに寄り添って、できるだけその力を生かして育っていけるようにというのを意識して教えています。で具体的には一人一人面談を実施してカリキュラムを組んで教えていることが多いです。最近ポピュラーリクエストというか要望が多くて、アレックス先生が日本に帰国した生徒様何人かに向けてグループでTED トークを見てディスカッションする授業なんかも始めてすごい人気だったりもするんですが、基本的には個別で教えていることが、全然レベルが違うので年齢とか行った国、行ったタイミングによってレベルが違うので、1対1の授業がメインではあります。で割と私たちみたいに自分の子供時代とか学生時代に似た経験をしたことがあるような先生が多いので、割と情熱を持って、あの時こんなこと誰かに言ってもらったから今頑張れてるんだなっていうのを今度は我々が言えたらいいなと思って一人一人を大事にしています。インターネットさえあればスカイプやズームでどこからでも受験可能ですし、先生によって教えている時間帯が決まっても、例えばアレックス先生は日本時間でいうところの朝9時や10時から夕方5時や6時の範囲で生徒さんを取っている先生ですし、私はまたちょっと違う時間帯、朝が多いとか夜が多いとかっていうような割り振りはあるんですが、相談していただければ何とか誰かでは見つけようとはしてきます。はい、あとは英語資格取得から小論文対策までお子様がバイリンガルの人生は長いので、いろんなところで受験したり帰国したりアメリカ行ったり大学海外に行ったりっていう、各ステップ誰かが得意として教えられるように気をつけています。あとね、SAT や IPAB など他の塾では難しい科目も指導してますし、我々の場合すごく年齢が低い子の TOEFL 対策や、逆にすごく時間がない方で絶対にこの点数欲しいっていう方の TOEFL 対策なんかも得意としています。あと勉強以外にも相談に答えるっていうのことも割と大事なサービスとして持っていて、それもまずは話を聞きたいっていう方も大歓迎です。
続いていってみましょう。で、今回ですね、これはたまたま今塾を探してたぞっていう方のための特典にはなってしまうんですが、本日のセミナーにご参加いただいた方々に特別な特典がございます。例えばですね、アレックス先生にちょっと教わりたいぞと思った方はですね、先生今あと4人生徒が取ります。あと4人生徒が取れて、日本時間でいうところの、朝10時から午後1時ですね。平日です。日本の平日月火水木金の午前10時から1時の間の、枠が比較的空いていたと4人取れる状態です。だからちょっと先生の授業を試しに受けてみたい。うちの子供、もしくはご自身も、もしかしたらこの先生に教わったら伸びるかもと思った方はですね、もし今日、うちのウェブサイトやこの後お送りするメールから無料体験授業を希望しますと送っていただいた場合、2つ特典があります。1時間は無料でお試しいただけるのは皆さん一緒なんですが、その先試してもらって、この先生で続けたい、めちゃくちゃ伸びそうと思っていただいた方には2つ割引があります。まず通常2万円の授業、ごめんなさい、これドルじゃなくて円ですね。2万円の入会金を半額の1万円にしてしまいます。また最初の10時間の授業料を 10% 一律切ってしまいます。アレックス先生は TCK 専属の先生で、プロの先生というランクなので、この1万2000円ですね。1時間あたり1万2000円。多くの方は週に1時間から 1.5 時間授業を受けてくださっているんですが、これがですね、なんと 10% 引きになってしまうということで、1万円ちょっとで授業が受けられます。それをこうね、月に、我々個別指導なので1時間がすごく濃ゆくて、集団授業の3時間分ぐらいの、内容と効果を出してしまうんですが、そうですね、週1回受けていただければ、月に4万円強ですね。で、塾代が済むという、構成になっております。TOEFL ね、ステイホーム、スペシャルホームエディションが終わって、ちょっと落ち着いてはいるんですが、受験ですね、などに向けてお問い合わせが増える時期でもあるので、ご興味のある方はお早めにどうぞ。はい。というわけで、本日もウェビナーのご視聴ありがとうございました。アレックス先生と2人で、TOEFL のスピーキングについてお話をさせていただきました。今後もですね、お役に立てるウェビナーを引き続き開催していくので、ぜひぜひお申し込みください。また、お友達でこういうのが、こういうのを聞いたら役に立つなと思ってそうな方がいたら、ぜひご紹介いただいたり、あと我々の無料メルマガに登録いただければ、今後のウェビナーのご案内などもさせていただきます。それでは皆さん本日もお時間ありがとうございました。失礼いたします。